公園以来 .com 新聞土井です。今日は、シンクロナイズドスイミング現アーティスティックスイミングのアテネ五輪、銀メダリストの、武田美穂さんに入っていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。武田美穂さん、長年弊社の方でもですね、講演ですごくご活躍していただいているかと思いますが、改めまして武田さんの方から、簡単に自己紹介をお願いできればと思います。はい、小学校2年生からアーティスティックスイミングに、出会いまして、28歳のアテネオリンピックまで、およそ21年間この競技を続けてきました。その中で学んだことを今はアスリート、プレイヤーだった自分から今度はちょっと指導する側、コーチをする側という立ち位置で今は三重県に拠点がありまして、そこで、主に中高生ぐらいの世代の子どもたちを教えています。教え始めてそうですね、10年ぐらいが経ったんですけども、その中で今の日本代表に入って活躍する選手も出てきてくれたり、ジュニアやユースというアーティスティックスイミングでも世代の違う世界大会がありますが、毎年そこの日本代表にも輩出するようなクラブに徐々に、成長を遂げていってくれてます。私も今、コーチとして選手と一緒に成長しながら日々楽しく、時にはもう大変だなと思いながらやらせてもらってるっていうようなそうですね、活動をしております。ありがとうございます。はい、の指導をするということで10年以上やっていらっしゃるということなんですけど。はい。そうですね。教え始めた当初は、もう自分がまだ泳げていたので、自分がやった方が早いんじゃないかぐらい、結構教える、伝えていく、で、その選手が変化していってくれるっていうことを促すのが、とても難しく感じていたんですけども、その中で自分の、そうですね、やっぱり経験値も少しずつ積み重なって、いろんな個性の選手にもね、この10年間で出会えたので、この選手には、試合前にはこういう言葉かけが、効果的かなとか、それぞれに工夫してできるようになってきたかなという感じがあります。もう最初は本当に手探りで、自分が考えなくても、できていた感覚を1から0ベースの、やっぱり選手に教える。で、その感覚を、これだっていう、水の中の浮遊するふわふわした感覚の中で、これだっていう感覚をつかみ取るのって、ものすごく時間を要しますし、不確かなものを私が言っている、その出来栄えと選手が実際やる、その動きとか一致しないといけないので、すごく苦労しましたけども、時々ぐっと伸びてくれたりとか、する瞬間に立ち会えると、やりがいがあるなと思いますね。実際、もうその前にご自身で、もうアテネ五輪はじめとしたですね、3回ほどオリンピックにも出られて、5つも取られていると。それでまた指導者としてアーティスティックスイミングに携わろうと、やろうと思うのは、ちょっと自然な流れだったんですか、ご自身の中では。いろいろ私も引退をしてから、活動して、一人間として結婚や出産や、人生の、大きなライフイベントっていうんでしょうかね、経験をする中で、もともとね、京都出身で、恩師との出会いもあって、大阪にあるクラブに籍を置いて、井村先生のところに。はい、そうですね。井村正代先生に、私は指示をしていたんですけども、その先生に教わる形でやっていたのが、ご縁が結ばれて、今は三重県でという形なんですよね。で、その三重県に移ったばかりの時は、まだシンクロクラブがあるっていうことも知らずに行ったので、長い間、この三重県でしっかり土地に足つけて、自分の道を歩いていこうとした時に、お役に立てることってあるのかなって考えて、私、本当にシンクロばっかりをやっていたので、シンクロクラブがあるんだったら、ちょっと、お手伝いさせていただくと、自分も多分楽しいし、すごく自分の、なんて言うんでしょう、アイデンティティが活かされるというか、すごく求められているっていうことに対しても、有用感を感じますし、それで、押しかけで、お手伝いさせてくださいって言ったのがきっかけで教えることになったんです。最初はそういう気持ちで入って、もう今はもうがっつりと。そう、こんな、ここまでがっつりなるって、ちょっと思っていなかったんですけど、自分が選手だった時と、違う、本当に同じ、ね、競技を突き詰めているんですけども、プレイヤーではない、コーチっていう立ち位置が変わると、こんなに、見え方も変わるんだなっていう、すごく
面白い発見もありましたし、その選手だった時に、このね、言葉はちょっともう忘れられないぐらい辛いなとかきついなっていうことを上から、まあ、コーチをするんですけども、プールサイドの上からコーチをするんですけども、その時に、自分の指導者は、こういう場面で、これに気づいてほしくて、当時の言葉がけをしたのかなとか、答え合わせ、もう何十年をかけての答え合わせができたりとか、なんかそんなことが未だにありますね。実際にプレイヤーとしてもやっていらっしゃいましたし、はい。指導者になってもいらっしゃるということで、企業で言えば上司も立場もわかるし、部下の立場もわかるしって、そういったところでどんどん、今の武田さんも進化されていらっしゃると思うんですけど、そういう武田さんが実際、こういった講演活動もずっと引退してからずっと続けられている中で、今講演でこういったことを伝えたいということがあれば、ぜひお伺いしたいなと思うんですが。つい先日、私はその世界ユース選手権という、いわば中学生の年齢層の世界大会に、日本代表のコーチとして選手に帯同して、戦ってきたんですけども、その中で自分がコーチとしての強みっていうんでしょうか。それを再確認できて、今後のコーチにも、その自分がいい意味で、自分の強みってここかもしれないって気づけたことで、これから自分の指導にも活かしていきたいし、これがその上司と部下の立場でだったら、私はその大会の時にどういう言葉かけをして、選手にやっぱりすごく緊張感のあるその試合、臨む直前にどんな言葉かけをしたかとか、合宿中のちょっと体もハードになってきた時に、どういうトレーニングをやっぱりして、その自分の気持ちを高めていくかっていう話を幾度とさせてもらったんです。で、そういうことを講演の中でも、この場面ではこういう言葉かけをしたとか、例を挙げながら、お伝えすることができるのかなと思います。で、この場で、直前に選手たちにどんな言葉をかけたのかっていう一例を挙げるとすれば、やっぱりそれ相当の反復練習と、で、やっぱり強い気持ちで絶対にメダルを持ち帰る。で、アーティスティックスイミング界では、今年新ルール、かなりもう抜本的な改革というか、その新ルールになって、元年なんです。新ルールをいかにこの若い世代でもしっかりと対応していくか。で、どういう演技をすれば、世界の、先頭というかトップリーダーになれるのかっていうことを意識してやってきて、直前に選手たちにやれるだけの練習量と、こういうイメージ、ここの出来栄えのこの高さのっていう具体的な高さの数値も、角度の数値も、パワーの放出の仕方も、もう何回も練習してきたから、ハードな投資練習をもう1分しか休憩がない中、3回連続とか、そういう中で3回目もちゃんとミスをせずに泳ぎ切るっていう経験をしてきたから、今日が泳げる、その泳げないっていうことは絶対にないっていうことをそれぞれ信じようっていうふうに言葉をかけました。で、企業でも、例えばプレゼンだったりとか、もちろん営業とか、もういろいろそのセクションあると思うんですけども、その時にいかに上司が結果をつかみ取る、いい結果をつかみ取るまでに準備をして、チームにこういう気持ちで臨もうとか、ここの出来栄えまでは絶対に持っていって、試合に臨んだら自信が持てるよとか、でそういう共通のゴールをものすごく意識してもらって、そういう言葉がけをして、で、その時に自分を信じきって、そのままやったら絶対に勝てるっていう最後の一押しっていう、なんかそういう、ことをつい最近やって、で、結果として本当に逆転優勝、全部の、エントリーした種目でメダルを獲得して帰ってくることができたので、功を奏したのかなと。で、それはもう選手の時に、私はやっぱり調子が良かった試合の時に、自分がどういう心の持ちようだった時が調子が良かったかとか、そういうの経験値があるので、選手たちに、このタイミングでこの気持ちになってたら絶対いけるよとか、そういうことを伝えることができたんです。そこが強みだったかなと思ってます。実際にプレイヤーとしても長年結果を出し続けた後にまた指導者として、プレイヤーの気持ちも分かりつつ、どういうふうにアプローチして、結果を出していく、進化していらっしゃる武田さんなので、ぜひ、いろんな立場の方に対しても、どのようなお話をすれば皆さんに刺さるんじゃないかなとか、そういったところを考えながらですね、皆さんにお届けできるのかなと